すごいですよね。これ600円ですよ。お疲れ様です。前田です。今日は爆竜戦隊アバレンジャーミニプラのご紹介。今日はですね、資料としてこちらを使います。スーパーミニプラ大全ということで、これ本ですね。ミニプラとか、スーパーミニプラの情報が載ってる、雑誌なんですけど、雑誌じゃない、本なんですけど、ここにこういう風にアバレン王のやつも載ってますので、この説明文を元にですね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。爆竜戦隊アバレンジャーのミニプラなんですけど、これが発売したのがですね、2003年の3月ということでですね、全2種です。1番が爆竜ティラノサウルス、そして2番が爆竜トリケラトプス&爆竜プテラノドンということで、たったの2箱でですね、アバレン王が完成するというですね、仕様になっていたようですね。しかもですね、1箱315円ということで、今になってみたら考えられない、金額とですね、ラインナップですよね。600円そこそこで、アバレン王のミニプラが完成してしまうということでしたので、すごい時代でしたね、当時は。ということで、まずじゃあ、ティラノから見ていきましょうかね。はい。ちょっと僕が買ったのはですね、ヤフオクで、もう組み立て済みのやつで、もう何年前かなちょっと忘れましたけど、はい、コンプセット売ってらっしゃる方がいらっしゃってですね、そちらから買わせていただきました。で、これ、すごいですね。2003年ってことは、17年前のミニプラですけど、かなりよくできてるんじゃないかなと思いますね。ちょっとシールの色分けこそ少ないですけど、もう全然300円ですからね。すごいクオリティだなと思いますね。で、稼働は、ティラノの口が動くのと、あと合体するときのですね、変形の都合もあって首が動くですね。で、あとは、これは前足というか腕というかですけど、ここが、デラックスと同様の部分が動くのかな。根元と、あとはこの手首というか、はい、ここが動きますね。で、足はですね、足元がボールジョイントになってたり、あとこういう風に動かせますね。僕はアバレンを最初デラックス版触った時にどうやって変形していいか全然わかんなかったのを思い出しますね。で、尻尾は、回転はですね、ここでするのか。ここはしない。根元はしなくて、ここの腕になる部分が、このように回転するという仕様ですね。いや、でもですね、これ、電撃ドリルスピナーの電動ギミック以外はほとんど完璧に再現されてるんじゃないかなと思いますね。後で合体させますけど、合体する手順とか変形の仕方もデラックス版と一緒なんじゃないかなとほとんど、思いますね。すごい出来でございます。これが現代のミニプラでもし出るとしたら、これは多分3分割ぐらいされて、もうちょっと大きいでしょうけど、一箱では完成しないと思われますよね。近年だと、リュウソウジャーの時のですね、ティラミーゴみたいな感じだと思うんですけど、はい。そして、これがですね、一箱にこの2つが入っていたらしいですね。トリケラと、プテラでございます。まずトリケラですけど、はい。こういう感じになっておりますね。はい、どうでしょうか。で、可動は、角が、ちょっとだけ動かせるかな。で、あと顔が、ボールジョイントというか、なんというかですけど、はい、動きますね。で、足はですね、変形する方向、プラス、ちょっとこう前にも出すことができるんですね。こんな感じで、ちょっと可愛いポーズをつけることもできますね。で、後ろ足もこのように、はい。ミニプラならではですね。なので、こう、なんですか、お座りポーズ。ちょっとおかしいかな。こんなこともできます。デラックス版ではこんな動きできませんからね。で、あとは尻尾は動かないな。で、ここの根元も動かないということで、はい。デラックス版よりもちょっとだけ、可動が優秀という感じでしょうかね。はい。トリケラはこんな感じ。で、プテラですね。プテラはもうデラックス版と一緒だと思いますよ。こういう風に。立たせポーズも、ちょっとどっかが歪んでるかな。はい。できるし、で、あとは横向きにして顔を前にしますよね。で、この足の部分を、はい。90度回転させてあげれば、飛行形態も、はい。取らせることができるということですね。非常にこれは優秀ですね。デラックス版とほぼ一緒なんじゃないかな。うん。しかもシールが、枚数かなり少ないですけど、ちゃんとプテラですよね。という感じでいかがでしょうかね。ヘルメットの部分は、黒い成型色一色なので、ちょっとその辺は雰囲気が違いますね、デラックス版と。
ではですね、ミニプラでも爆流合体いきたいと思います。はい、手順はデラックス版とほぼ一緒だと思います。ただ、どこからどう順番をやっていくかっていうのがわからないですけど、説明書がないので、まあもう思いつく感じで、ここ開けますよね、パカッと。で、こっち側もカバーを開けて、で、足を、まっすぐにしといて、で、これを下ろすと。はい、これもちゃんとこう降りるんですよ。すごくないですか？デラックスと一緒。で、これも足まっすぐにして、こうなってんですよね。見えますか？ここちょっと、もう劣化してて、白くなってるので、破損が怖いですけど、これこういう風に動きますので、こう、クランクっていうんですか？こういうの。こういう感じで動かして、変形ができると。デラックス版と一緒の動きですよね。しかも足はボールジョイントですからね。で、手は、しまいます。ちょっと黒で見にくいですけど、はい。格納方法はデラックス版と一緒なんですよね。で、ここにですね、見えますかね？穴開いてますけど、ここと、ここのピン、見えますかね？これですね。これを、合体させるんですけど、足の向きを、変えてあげますね。はい。こう変えてあげて、で、ここでロック。はい。ロックできて、で、正面に向けて、で、腕は下げるでしょ。で、顔をこう持ってきて、はい。でですね、これです。口の中にですね、暴れん王の顔パーツがついております。はい。これはですね、取り外しでつけるんですよね。なんですけど、この配慮はありがたいですね。これ非常に小さいパーツなので、紛失一番しやすそうな部分なんですけど、これをですね、引っ張ってというか、まあ、ちょっと出してあげると、ちょっと出しづらいですけどね。裏こういう風になってるんで、なんか爪楊枝みたいなので押してあげれば、すんなり取れると思います。はい、取れました。これ、暴れん王の顔ですね。で、これを口から出して、で、ここの部分に、はい、合体してやると。はい、という風にして、これで、ティラノの合体準備は OK ですね。はい。こんな感じでございます。で、次が、トリケラ。トリケラは腕、前足と後ろ足をしまいます。このように畳んであげて、で、ここで、合体と。よいしょ。はい、こんな感じ。で、プテラですね、最後。このヘルメットパーツを外してあげて、で、プテラはですね、こっちか。こっち向きで、はい、羽を畳んで、で、ここのジョイントが、ここの、ティラノの、ここに穴が開いてますね。ここと合体ですね。で、ここ、デラックス版と同様、こう、ティラノの下の部分にですね、プテラが、こういう風に、ちゃんとはまる溝がありますので、ここに合わせてあげて、で、ここで合体して、で、これも、はい、ぴったりさせてあげると、おー、できましたね。で、最後に、これ暴れん王子か。暴れん王子じゃない、これつけてるから。ヘルメットパーツのですね、プテラの足の部分を、これを、回転、このようにさせて、ヘルメットにして、で、合体。で、合体するときは、ここの溝ですね。ここの溝と、ヘルメットのですね、溝が、ありますので、溝じゃない、突起がありますので、これをガチッと、はい、はまる。これを、はい、合わせることで、完成、暴れん王、はい、できました。すごいですよね。これ600円ですよ。まあ、消費税抜きですけど、当時の価格で、2箱で、315円ずつですからね、630円か。で完成するというすごい、超コスパのいいアイテムですよね。で、可動は、こう、腕が回りますし、で、ドリルをこう、横向きにすることもできます。で、足は、ちょっとあんまり可動は良くないかな。ここが干渉するので、ほんとちょっとだけしか前後に動かせないですね。で、横には一応ロールが、足首だけしますね。まあ、足首だけですね、ほんと動くのは。まあ、なので、ほとんどもうまっすぐ立たせるような
感じになるんですけど、残念なのがですね、この首ですね、顔パーツが、暴れん王子にすればこれくるくる回せるんですよ。なんですけど、これヘルメットがですね、このティラノのパーツと、ちゃんとこうくっついてるせいでですね、首が回んないんですね。取れちゃった。暴れん王子にすれば、これ、回せるんですけど、このように。暴れん王だと動かないという感じになりますね。で、あとは、デラックス版でもできるんですけど、ここの、ティラノの尻尾を外すと、拳が出てきます。今こういう風にジョイントになってて、これをくるんとひっくり返してやると拳になるんですね。で、こっちの、トリケラの方もですね、顔を外すと、こういう風になってて、U 字ジョイントっていうんですか？これをくるんとやってあげると、はい。両方ともですね、拳が出せます。で、ここの尻尾を引っ張って外すと、はい。ヘルメットも取れちゃった。はい、このパーツ分離できますので、こいつとですね、この、ティラノの尻尾ですね。これを合体させて、こっちかな。こうですね。で、取っ手を引き出してあげて、これ逆か。取っ手が出ない。こうかな。こうですね。はい。取っ手がこう出せるので、ここに持たせてあげたりですね、することができるし、よし。はい、できた。で、あとは、これですね。こっち側もこういうジョイントになってるんで、これ持てるのかな？トリケラの顔は、持てますけど、向きがこれ、どうしようもできないのかな？こういう向きでしか持てないのかな？はい。でもですね、武装ができますので、こんなことまでできちゃう、ミニプラでございます。すごいですよね。今これが復刻されればですね、すごい、進化を遂げて、いろんなところ動いたりとか、こういう遊びも問題なくできるんでしょうけど、電動もしかしたらギミックなんかも搭載されちゃったりっていうこともあり得ますけど、はい。次のスーパーミニプラはバイオマンですからね、暴れんジャーはいつ復刻されるか楽しみは楽しみですけどね。はい。こんな感じで武装遊びもできるということですね。でですね、スーパーミニプラ大全によりますと、ミニプラ暴れんをですね、合体時の全高は約120ミリ。これ120ミリですね。だいたい120ミリで、前年の戦隊ですね、忍風戦隊ハリケンジャーの旋風陣と比べると、やや小柄にはなったが、それでもですね、合体や各種ギミックはしっかりと再現ですね。両腕は劇中と同様ダブルティラノソードやトリケラシールドへの変形が可能で、全体の7割を占める爆竜ティラノサウルスの可動も充実。一方、暴れん王の可動は両腕が外側開くようになったことが印象的。下半身はハの字立ちをオミットし、代わりに股関節が前後に可動。設置性を考え、足首はボールジョイント化しているということですね。はい。ちゃんとですね、ミニプラ大全にもですね、先ほど僕が適当に喋ったことが書いてありますね。で、もうちょっと読みますと、合体前はですね、可動箇所の多い爆竜ティラノサウルスですが、合体後は膝が動かなくなる。というのは、合体システムを考えるとやむを得ないということだったそうですね。一方、合体前は余剰パーツとなる暴れん王の顔を爆竜ティラノサウルスの口内、口の中にですね、収納することができると。後のミニプラシリーズにつながる工夫も垣間見えると。素晴らしいですね。はい。暴れん王、キラー王、マックス王者による各合体形態や、超爆竜コレクションとの派生合体も再現でき、シリーズ全体のプレイバリューは非常に良好。また劇中に登場する爆竜を保管するため、基地サイズの大型爆竜、超爆竜ブラキオサウルスも一部組み立て品で発売。変わり種としてはなりきり食玩、超マックスアバレンジャーの1アイテムでミニプラ版と同サイズで合体ギミックを配したアクションフィギュア版アバレン王、黄金爆竜3体付きが挙げられるだろう。また、劇場版で初登場したミニプラ爆レーン王の立体化もファンに歓迎されたということでですね。はい。当時もですね、ラインナップすごかったみたいですね。ブラキオは僕ミニプラ版は持ってないですね。ただですね、暴れん王キラーを
爆竜コレクションっておそらく、バキちゃんとかあの辺ですよね。あの辺も全部ありますし、爆レン王もあるし、マックス王者もあるので、ミニプラは大体揃ってますね。で、むしろですね、はい、このデラックス版の時に使ってる、ブラキオですね。これとサイズ的に非常に相性が良くて、このミニプラ。ティラノたちが発信するシーンはですね、ミニプラで僕撮ってますね。ここに、トリケラ置いて、ここにプテラ置いて、で、ここからティラノが出てくる感じで動かして、動画を作ってますけど、これと非常にサイズ感がよろしいので、はい、組み合わせて遊ぶと非常に楽しいですね。じゃあ、せっかくなので爆竜に戻しましょうかね。まずは武器を、はい、取って、はい、このダブルテールソードも取ってはしまう。で、よいしょ。トリケラの、ここですね。ここに合体、こっちか。はい。パチッと合体して、で、このトリケラシールドも外して、非常に遊びやすいですね。で、取っ手をくるんと、ひっくり返して出してやると。で、これで顔がくっつくので、はい、こうですね。で、足を出してあげて、はい。はい、これでトリケラは元に戻ったと。で、尻尾は元に、腕じゃない、拳をぐるんとやってあげて、取れちゃった、ヘルメット。でこれは、こっちか。はい、ガチッとはめてあげて、で、暴れん王の顔は外して、口の中にですね、よいしょ。ここの穴にですね、これいいですよね。収納してあげることで、はい。これなくならないですからね。もう素晴らしい。で、プテラは外して、で、ティラノは、向きが、ここ手出すでしょで、足の向きを変えてあげて、はい、こうかな。で、これを、もうただ本当に遊んでるだけの動画になってしまいましたが、申し訳ないですが、回して、よいしょ。ちょっと古いアイテムなので、破損は怖いですよね。もう壊れたら替え効かないですし、なかなかもう手に入らないんじゃないかなと思うんですけどね。で、この部分を、はい、上げてあげますよね。こっちも、こっちも。で、まあ、ちょっと足の形を整えてあげながら、カバーを閉じて、で、こっちもカバー閉じるでしょ。で、こうか。こんな感じはい。ティラノできた。ティラノができて、で、プテラですね。プテラは羽を広げて、首を前に出して、で、ヘルメットパーツの足をですね、ぐるんとひっくり返してあげて、どっちだ？はめてからの方がいいかな。これを合体させてあげると分かりやすいから、どこだ？こうか。こうして、で、こっちか。こうやってあげれば、良いということですね。はい、プテラもこれで、はい、元に戻りましたね。よし。はい、完成。いや、すごい。こんな感じで、はい、3体また並びましたね。最後に出撃シーンの再現と。はい。ということでいかがだったでしょうか。爆竜戦隊アバレンジャーのミニプラアバレン王ですね。2003年に発売したアイテムでですね、今はなかなか手に入らないと思うんですけど、僕は奇跡的に持ってますということでですね、ブラキオから発信するシーンを撮り直したんですよ。で、せっかく出したので、このままご紹介をするという流れでですね、動画を撮りまして、はい、こういう形となりましたね。爆竜合体の再現も結構適当ですけど、撮った動画が、別であると思いますので、よかったらそちらもご覧ください。では、今日はちょっと変わった、ものですね。なかなか出てこないと思いますけど、こういうものは。はい。久々にミニプラのご紹介でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。